ナルティメットストーム4のインタビューで開発が大変だったと、言われていましたが、今だからこそこうすればよかったと思う、ことはありますか？また、ストーム4の教訓を生かして、ドラゴンボール Z カカロットの開発では、うまくできたと思うことはありますかっていう、ご質問いただいてますね。はい。非常に言いにくいことではございますが、ストーム4本当大変でした。大変でしたが、ドラゴンボール Z カカロットの方が大変でしたね。もう本当に言いたくないんですけど、それに限らずですね、その前の多分、ナルティメットストーム3の開発も大変だったし、うちもできて25年で、こんなこっちゃいかんのですけど、毎年ですね、過去最大の戦いっていうのを記録を更新してまして、なんかね、全然楽にならないね。毎年大変だね。あと、ストーム4で、なんかこうしときゃよかったなっていうことはないですね。やれるべきことは全部やりました。だから時間もかかったし、スケジュールも遅れたしね。結局予算もはみ出て、バンダイナムコエンターテインメントさんにもご迷惑をおかけして、版元さんにも怒られてね、本当皆さんにご迷惑をおかけしましたが、その結果ね、いいゲームソフトが、完成して、結果オーライとまではもちろん言わないですけども、はい、たくさんの人たちにね、助けられて、支えられて、我々は日々開発を、行っております。で、そうですね、ドラゴンボールと、ストーム4はシステム全然違うじゃないですか。なので、ストーム4の開発で生きてるのは、多分ナルティメットシリーズはね、ずっと超アニメ表現をやっぱ突き詰めてやってきてるので、いわゆるそういったアニメ漫画的な表現っていうのはね、一つ我々は確立できてると思うので、その辺のノウハウはもちろん、ドラゴンボールのね、カカロットのそのシェーダーを作るときとか、あの辺はもちろんノウハウは行きましたけども、ただね、RPG としてのやっぱシステムが全然違うし、オープンフィールドのね、広大な、やっぱエリアを活かした遊びってなってくると、やっぱり全然、やっぱ、ナルトとは違うので、全く新しい、やっぱ苦労をして、その分やっぱ、大変でしたね。はい。今作ってるタイトルも、大変になるんだと思いますけど、毎度毎度ね、振り返りも、開発チームやってますし、同じ失敗はね、もちろん、せず、一つ一つね、楽になるためにやっぱやってるんですけど、毎回やっぱね、新しいことやると、そうね、新しい問題はやっぱ必ず出てきてしまうので、どちらかというと、あんまね、そういうのになれなくはないんですけど、もうそれ前提で、自分たちがね、一つ一つのやっぱ開発の苦難をね、乗り越える、タフさと器用さをやっぱ身につけていくのもやっぱ同時でやっぱり必要なのかなって思いますね。今のゲーム開発って昔と違って本当にもう根性論とかじゃ絶対無理なんで、やっぱちゃんと一つ一つの作るというそのノウハウですね。これをやっぱ次にちゃんと活かしていく努力が絶対求められるなって思います。過去の作品は過去の作品として、これから作るものも、慎重にしっかり、スケジュールと予算を守って、頑張って精進してまいりますので、応援よろしくお願いいたします。では、また。